こんにちは。リリラボ DIY 部アシスタントのリリーです。今回の動画では部長のガイさんのハイゼットカーゴに ETC を取り付けます。ガイさんが昔乗っていた車についていた ETC が余っていたので、それをつけることにしました。アンテナとケーブルをマスキングテープでフロントガラスに貼って仮止めします。オーバーヘッドシェルフと A ピラーカバーは事前に取り外してあります。オーバーヘッドシェルフの外し方は概要欄に記載の動画にまとめたので、そちらを参考にしてください。ダッシュボード裏までケーブルを這わせます。オーバーヘッドシェルフとフロントガラスや A ピラーの間には隙間がほとんどないので、オーバーヘッドシェルフを戻すときにはケーブルが押しつぶされないか慎重に確認しました。今回の ETC アンテナケーブルは細かったので大丈夫でしたが、ドラレコの電源などではオーバーヘッドシェルフを削る必要が出てくるかもしれません。ね、なんか多分純正用なんやけど切り欠きがある。こんな切り欠きがあったので、これをくり抜いてケーブルを通すことにしました。カッターで切り欠き部分に切り込みを入れていきます。切り欠きからつながる四角形の部分は厚みが薄くなっていて、簡単にカッターの刃を入れることができました。ただ力をかけすぎて勢い余って予定外の場所を削ってしまわないようにするのと、薄暗くて状況を把握しにくいため慎重に少しずつ削ったので結構時間がかかりました。無事に切り取ることができました。そうでいいか。触るとこじゃないしバリ残ってるけど。でいいんじゃない。 ETC 本体にアンテナケーブルを挿して一旦ここに置いておきます。自分の方がいいか。仮止めしていたアンテナケーブルを結束バンドで固定します。ここは私リリーがやりました。初めての車いじりです。脱脂をしてからアンテナを貼り付けます。この時は運転席側にアンテナを設置しましたが、アンテナのインジケーターが眩しかったので、その後助手席側に移動しました。耐熱用の強力な両面テープで貼りましたが、剥がす時にとっても苦労します。なのでアンテナのように軽いものを留めるのであれば、もう少し粘着力が弱いものでも良いのかもしれません。剥がす時に苦労した様子は BRZ の ETC アンテナ交換の動画に入っているので、よろしければ見てやってください。続いて電源側の配線をしていきます。ヒューズボックスから電源を取るので、シガソケ左のカバーを下向きに引っ張って外します。カバーの裏側にヒューズの配置が書かれています。今回は常時電源とアクセサリー電源の2箇所から電源を取る必要があるので、常時電源はステアリングロック、アクセサリー電源はソケットのところを使うことにしました。常時電源の方は 20A で、アクセサリー電源の方は 15A だったので、それぞれに合う低配ヒューズ電源を購入しました。ここからは私リリーがガイさんの指示を受けて配線にチャレンジします。ヒューズボックス内にヒューズプラーがあります。常時電源を取ろうとしているステアリングロックにはヒューズが刺さっていませんでした。下から5番目がアクセサリー電源を取ろうとしているソケットの場所なので、このヒューズを抜きます。検電テスターでプラス電源を調べます。ボディーアースは助手席足元のボルトから取りました。ステアリングロックの左右の端子それぞれにテスターを当てます。左側が光ったので、ここは左側が電源側で右側が伝送品側ということが分かりました。続いてソケットの方。左右どちらも光らないので、今は電力供給がありません。アクセサリー電源をオンにして再度確認すると左側が光るようになったので、
ここはアクセサリー電源で左側が電源側です。これから購入したヒューズ電源をヒューズを抜いた場所に差し込むのですが、差し込む向きについてはちょっとした宗派があります。こちらはヒューズを抜く前の電流の流れ方です。15A のヒューズが刺さっている場所には最大 15A までしか電流が流れません。それ以上の電流が流れるとヒューズが切れます。エーモンさんの商品パッケージには電源側端子から分岐する向きにヒューズ電源を挿すように記載があります。その場合、この図のようになり、ETC を増設してもソケットの方へ流せる電流量は変化しません。ETC には最大 5A の電流が流せます。しかし、電源側には 15A と 5A で最大 20A の電流が流れる可能性が生じます。この電源側の電流増加の可能性が気になるので、伝送品側端子から分岐させ ETC を接続することにしました。伝送品側端子から分岐するようにヒューズ電源を挿すとこの図のようになります。この場合、電源側の電流量は最大 15A をキープできます。ただし、ソケットと ETC 合わせて最大 15A の電流供給となるので、増設する機器に 5A 流せるとは限らなくなります。ガイさんはヒューズから電源を分岐させる際には常に伝送品側から分岐するようにしているそうです。電源側に本来想定されている以上の電流が流れて、電源側にある重要な部品に悪影響が生じる可能性を作りたくないという考えからの選択なのだそうです。購入した常時電源用のヒューズをステアリングロックの方に挿します。ケーブルが出ている方が伝送品側、つまり右側になるようにします。テスターで通電確認しました。光ったので大丈夫そうです。今度はアクセサリー電源用のヒューズ電源です。こちらも伝送品側である右側にケーブルが出るように挿します。通電確認です。光らないので今は通電していません。アクセサリー電源をオンにすると光りました。電源オフにするとライトが消えます。ヒューズ電源のケーブルを運転席の足元の方に通します。常時電源に接続したケーブルを ETC のプラス B ケーブルとつなぎます。カチッと手応えがあるまで押し込むのですが、かなり硬いです。そして一度はめると抜くのがめちゃくちゃ大変なので、間違えないように要注意です。アクセサリー電源に接続したケーブルは ETC の ACC ケーブルとつなぎます。ETC のアースはヒューズボックスの横のボルトから取ることにしました。作業しにくい場所なのですが、他に良い場所が見つからず、アースケーブルを差し込む隙間を開けるためにボルトを緩めます。緩めた時に裏側にあるナットが外れてしまうと元に戻すのが大変そうだったので、落ちないように裏側から手で押さえています。ナットを手前に押してできた隙間にアースケーブルを挟み込みます。ボルトを締め直します。電源ケーブルを ETC 本体と接続します。ETC 本体は面ファスナーで固定しました。こうすると簡単に取り外せるので便利です。余ったケーブルはヒューズボックス裏側に押し込みました。取り付けはこれで完了ですが、この後再セットアップを行う必要があります。ETC 総合情報ポータルサイトに載っている加盟店に再セットアップを依頼しました。ETC が車に設置された状態でないとセットアップが受け付けられないということで、先に設置作業を行っています。再セットアップの際には ETC の車載機管理番号が必要になるので、事前に控えておくとスムーズです。ここまでご覧いただきありがとうございました。この動画が参考になった場合は、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。
それではまた別の動画でお会いしましょう。